高市おろしだなんだとか、スキャンダルとか出てるじゃない。7月が結構正念場になるかなと思っていて、日本もやめあるよね。今のうちに逃げられるんだったら逃げた方がいいと思うけどねと。イスラエルとイランが合意したんだったら、今年来年の辛抱次第じゃない？はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、3週目の占いと時事です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。というわけでございまして、双子座新月の翌日にですね、収録しておりまして、私新月の日が来るとなんかね、ヘロヘロになるんですよ。まあ、月が変わるからっていうのと、チビト数とか宿陽だと、月運の変わり目は新月だよ。あ、なるほどね。まあ、そういう影響ももしかしたらね、まあ僕だけじゃなくて受けてる人もいるかもしれませんね。もしかしたら。あと重力とかね。重力の影響もね、ありそうですけども、なんていうお話してますけども、世間はですね、ワールドカップ一色でございまして、大変盛り上がってるわけでございますので、今回もですね、ちょっと占いと時事の方でも取り上げていければと思っております。今週もよろしくお願いいたします。というわけでございまして、本日収録日は6月の16日火曜日、問題なければ6月18日の木曜日にアップされていると思います。今週も4つのジャンルでお届けしてまいりましょう。リアルイベント開催決定。占い界の重鎮チャズとセレーネ代表水森太陽によるネットでは言えないスペシャルトーク。ゲストに増形一馬先生登場。ご予約受付中。お見逃しなく。さあ、まずは今週のエンタメスポーツでございます。今週は3本ご用意させていただきました。まず1本目は、先ほども申し上げました通り、ワールドカップでございます。日本、オランダ戦2対2、2度追いつき、執念の勝ち点1と。そういうことで。朝5時に起きたよ。起きました？起きた。見ました。見ました。見た。どうでした？いや、面白かったよ。普通に。だから心配だったじゃん。有力選手というかさ、南野さんとか、三笘さんとか、遠藤さんとか、結構出れなくなっちゃった人多くて、いや、割と遠藤航とか好きだから、なんかちょっとおーみたいななんか、心配してたけど、やっぱ層が厚いね、日本代表ね。今回も本当にね、すごかったみたいね。だから序盤からオランダ相手でしょ。で、オランダの得点王のさ、上田綺世さんが、ちょっとね、狙いすぎたかなって解説者も言ってたけど、惜しいシュートがあったりとかね、あったし、追いついたのもかなり良くて、ずっと前半から聞いてたんだけど、久保さんと左から来てた中村圭斗さんがすごいいいシュートを決めてたんだけれども、あれ結構相手にとって嫌だし、前半から久保さんとか堂安さんとか前田さんとかみんな献身的にね、前の選手も守備に参加してやってて、後半で伊東純也さんが出てきて、ね、追いついてっていう感じで、いやいいサッカー見させてもらいました。いや、良かったですね。今回から俺知らなかったんだけど、ベスト32に絞るんだね。そうなんですよね。これ僕も知らなかったんですけども、だからまあ言ってみれば上位3位に入ればベストにはいけると。そう、だから勝ち点1でも相当大事で、引き分けか負けかでだいぶ違うし、いわゆる格上みたいなことでしょ。まあそうですね。だからすごいなーって思って見てました。ね、そういう相手にね、ここまでの試合ができたっていうところで大変盛り上がっていたのは私もタイムラインで拝見はしておりましたけれども、まあそんな中でちょっと注目選手をね、うちは占いと時事でございますから、ちょっと占っていくと。まあ点決めた人とアシストとかね、そういうところを見ていきますか。はい。となりますと、まず最初に同点弾決めていたのが中村選手。そう、中村さん、今年空母なんだね。そうなんです。だから大作会とかそういう占いが好きな人からすると悪いからなみたいに思うかもしれないんだけど、日の絵多分いいし、馬もそんなに悪くないはずなんですよ。今月日の絵馬だからめっちゃ活躍すると思うよ。なるほどね。じゃあまさしくその言ってみれば皮切りじゃないですけども、それぐらいの勢いが今はあるんじゃないかと。そうだからね、三笘さんとかさ、南野さんとかいろいろいないにもかかわらず左から崩せるのがさ、中村さんのおかげなんで、すごいですね。素晴らしいなと思って。なるほどね。見てました。で、まだまだ活躍できるかなと思います。この後も期待ですね。で、アシストしてた久保さん怪我しちゃったんだよね。そうなんですよね。左膝負傷で途中交代。あんまり念運は良くないみたいなこと前回言ってたじゃないですか。そうでしたね。で、昨日だからギリいけるかなと思ったけど、ね、火星が来るまでは持つかなくらいに思ってたんだけど、ちょっときつかったなっていう感じですね。だけどめっちゃ活躍してたよ。やっぱそうなんですね。だからアシストも決めたし、途中ロング狙ったやつめっちゃ
すげえな、みたいな。ああ、なるほどね。日本代表強くなったなと思って見てました。なるほどね。他の選手ですと、あとは。他だと、リクエスト多かったのは伊東純也さんなんですよ。伊東純也選手ですね。何年か前ちょっとね、出れなかったりして、ね、ちょっとかわいそうって言っていいのかどうかわかんないですけど、いろんな方がいるんでね。まあいろいろありますけどね。今のね、ちょっと運勢とかはどうですか？今年はめっちゃいいっすよ。あらま。この人も空母でめちゃめちゃ名前が上がるみたいな感じだから、今月はめっちゃいいんじゃないかな。だから7月7日あたりまではかなりいいはず。なるほどね。ちょうどもうワールドカップ期間ですから、ここはちょっとガンガン活躍してほしいところですね。だけど、ふわっとこう上がっちゃう。今年と来年結構上がっちゃうと思うんですよ。っていうかな。で、自分もなんていうのかな。かなり調子乗れちゃうので、まだね、この前の10年もそうだけど、また次の10年というか、今の10年もスキャンダルとか出そうな感じなんで、モテちゃうこと注意かなと。なるほど、今回めっちゃ活躍するんで。じゃあ、表になられても落ち着いていただいてね。そうこの大会に関しては、めっちゃいいと思います。なるほどね。いい方向に使っていただきたいですね。そういうのはね。あとはそうです。点決めたのは鎌田さんだけど、その前のアシストのね、小川さん良かったなと。だから後半で伊藤さんと小川さん出てきて、結構良かったんですよ。はい。そうですよね。僕も決めた瞬間の写真とか拝見しましたけども、本当に鎌田選手のところに、だからもう伊藤さんからのパス、ビリヤードみたいだったよね。トントントンみたいな。綺麗な。なるほどね。どっちから行きましょうか。小川さん行こうか。はい、小川選手いかがですか？小川さんも今月は運がいいし、今年は運がいいかなとは思いますよ。よかったよかった。結構だから答え枠としてかなり効いてくるんじゃないかなっていうふうに思いました。おー、いいですね。なるほどね。あとは鎌田選手は今月来月いいですね。今月来月、このワールドカップ期間中はとりあえずいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい。だからみんないいよ。やっぱりきちんとご自身の運の良さを今回使えてる感じですかね。努力してる人がね、努力してる中での合戦だから最後運みたいなのも大事になるっていう。運が良ければサッカー選手になれるわけじゃないですからね。そうではないですかね。そんなことはない。いや、そこは逆だから。みんな当たり前に努力してるから、運っていうのがある程度効いてきたりするわけで。そうですよね。そのあと一歩みたいなところですよね。そう。なるほどね。ということでございますので、どの選手もね、本当にご活躍で、ちょっと久保選手がね、ちょっと怪我されてしまったのも残念ではあるんですけど。2週間、3週間だから最後間に合うのかな？ギリギリ間に合うのかなという。一応7月7日からの、本当に、だから、トーナメント残って1試合、2試合勝てば、結構可能性あるけどね。残ってほしいところではございますけどね。俺さ、チュニジアとかってさ、呪術の文化あるでしょ？何言ってんですか、そんな。いや、だから、代表がやってなくてもさ、民間でやってるかもしれないじゃん。そっか、って思って。そういうちょっと熱くなりすぎちゃったファンの方というか。そう。ないと思う。呪術文化あるからさ、ヤタガラスみたいな紋章、日本もやってるんだから、ちゃんと返してほしいよね。弾き返してほしいところではありますね。そんなうまい選手ばかり生かしてるから。本当ですよね。そんなチュニジアはね、次、監督が今回電撃解任されてしまったということで、ちょっとどうなるかというところではあるんですけども、次のそのチュニジア戦が21日、夏至の日ですからね。夏至だね。はい。に日本と対戦ということでございますので、ちょっとこれまたどうなるのか、引き続きね、本当に楽しみでございます。頑張れ、日本。では、次のニュースいきたいと思います。スポーツニュースみたいなことやっちゃった。また次行きましょう。MAJ2026 でミセスら受賞最優秀アーティスト2年連続、6月国内最大級の音楽賞、ミュージックアワーズジャパン2026でミセスグリーンアップルが最優秀アーティスト賞を2年連続で受賞。そしてサカナクションの怪獣が最優秀楽曲賞を獲得ということでございました。はい。こちらも大変盛り上がっていたということでございます。いや、もうミセスもね、サカナクションもですね、うちのこの動画の中でもですね、なんかね、取り上げてますよね。はい。とおりますけども、やはり引き続き本当にご活躍という感じでございますけども、今年のちょっと運勢的な部分とかもね、改めてちょっと伺いたいなというところではありますけども、ミセスといえばやはり大森元樹さんでございますけども、今年今のちょっと運勢とかどんな感じでございますでしょうか？今月はいいっすよ。今月良くて、悪くないくらいじゃないかなっていう感じ。去年よりはいいんじゃないかなっては思いますけどね、今年の方が。今年の方がよりいいと。だから何年か前めちゃめちゃブレイクしてた時あるでしょ？あそこが一番良くて。なるほど。そう。悪い中で今がいいっていう感じかな。悪い中で今がいいか。悪いとまで言わないね。なんかそのくらい。なるほど。ですね。生まれた時間この人分かるんだっけ？分かるようななんか。じゃあこれ分かってんのか。占星術で見ると彼の魅力を表すような火星金星
火星とか金星とかね、セクシャルな魅力とかも表すし、アースにとっては結構大事なところなんだけど、それ獅子座の手前なんで、金星がやってきているし、これから木星もやってくるので、まあ、この辺での受賞は納得かなっていう感じはします。なるほどね。まあ、ご自身の本当にいい魅力というのが注目されてる。そう。今月来月、今年の中でもピークくらい運がいいから。そうなってきますと、今度はまたサカナクションといえば、まあ当然山口さんですけども。今いいよね。先日もね、夜の踊り子の件でもね、取り上げてましたけど、引き続き運勢としては良さそうですかね。今いいですよ。今月、来月がやっぱりいいかなっていう感じはしますね。よかったね。本当ですね。結構この二人って星回り、ちょうど木の絵なんだけど、猿と虎で真逆で、木の時期っていうのは自分のアーティスティックな、才能が光る時期だったりするので、アーティストらしい感じでいいんじゃないかなと思いました。どちらもね、ますます今後のご活躍期待でございますね。はい。さあ、ラストのニュースはちょっと残念なニュースでございます。ボビー・オロゴン容疑者逮捕、知人女性への不同意性交の疑いと。6月14日、タレントのボビー・オロゴン容疑者が知人女性への不同意性交の疑いで千葉県警に逮捕されました。本人は容疑を否認しているとのことでございます。前日ね、ちょっと中村玉緒さんがね、亡くなられたこともあって。そう、からくりテレビを思い出した俺。ね、思い出しちゃうななんていう話もしてましたけども、ボビー今60なんですね。もうね、見えないよね。全然見えないですね。ちょっと前はね、子供を助けて表彰されたりとかっていうのもあった中ですから、ちょっと残念ですね、これはね。運勢的にはどうなんですか？運勢的には、大運は変わって、悪いところは抜けたと思うけど、日の絵馬でしょ、今。そうですね。で、日の絵馬の月に6月6日からなってて、年運と月運は今最悪。最悪なんだ。最悪。で、あとは太陽の上に土星ももうすぐ乗っかるみたいな感じだから、これもまた最悪。先生術で見ても火星と月がオポジションだったりとか、自己っぽい感じもあるけどね。だから、不同意性交って難しいじゃない？まあ、いろいろありますからね。だから、どの程度だったのかとか、両者の意見聞かないと分かんないからね。まあ確かにね。それこそ伊藤さんだって大変だったでしょ？まあいろいろありましたね。だから、まあ、推移を見守りたいなという感じです。そうですね。ちょっと引き続き、ちょっと情報がね、どう出てくるかというところでございますね。というわけでございまして、今週のエンタメスポーツ3本でございました。さあ、続きましては、今週の政治経済でございます。こちらは今回5本ご用意させていただいております。まずはですね、経済のお話でございます。日経平均史上初の7万円突破。そして日銀は政策金利 1.0% への利上げを決定。すごい顔してる。みたいな。いや、すごい話だと思いますよ。ね、本当ですね。今日収録日ですね。6月16日、日経平均株価が一時史上初の7万円台を突破。で、終値としては前日比87円高の69,404円50銭で、落ち着いたというところでございまして、アメリカ、イランの戦闘終結合意による原油安と AI 関連株高が追い風になった。そして日銀が金融政策決定会合で政策金利を 0.75% から 1.0% 程度へと引き上げるということで、1995年以来の約31年ぶりの高水準となったと。いうことなんですけれどもね。やはりちょっとインフレをね、警戒してということではあるんですけれども、どうですかね、これね。金利は庶民には響いてきそうな気はするけどね。いろんな形で、とは思います。で、日経平均はまあめでたいねと。ね、倍近くなったわけでしょ？確かにそうですね。だから、今 AI 関連で上がっていくし、AI が未来の希望でもあるけど、まだね、不安定な要素いっぱいあるから、ちょっとやっぱりビットコイン感があるなと思って見てます。ビットコイン感ね、だからね、マスクの IPO もあったし、これからアンソロピックとオープン AI の IPO を待ってるでしょ？だからそこまで持つか持たないかみたいな感じで見ていて、保守的にはだから7月とかさ、それから7月の頭と11月とかあたりがなんかシグナルありそうだなって思っていて、どうなんだろうなって思ってます。はい。ドキドキ、ハラハラ。ギャンブラーにとってはやっぱり今年も面白いですよね。そう言われちゃうと、なんともではあるんですけど。面白いよね、と思ってて。で、ドル自体が今ちょっと6月20日かなあたりに土星が乗っかってくるので、これでどうなるかなっていうことと、すごく、伊予銀行さんが日本国債
10年ぶりに買い始めたっていうところが僕は結構面白いなと思って見ています。それだけ個人的な。はい。個人的なね。なるほど。はい、そのあたりもどうなのかなと、引き続きね、注視していきましょう。はい。さあ、続きまして、高市首相でございますけれども、欧州3カ国歴訪、G7 サミット日会談に臨むと。6月13日、高市早苗首相が就任後初の G7、フランスエビアンの G7 サミットに出席などのため、英、イ、仏3カ国歴訪に出発。イタリアではメローニ首相との会談で、緊迫する中東情勢を踏まえて、エネルギー重要鉱物の安全保障主要議題に据えるということでございまして、メローニ首相ともの会談を行われましてですね、お互いにですね、しっかり結束をというところで進めてきているわけでございますけれども、高市首相的には、今、運勢的にはでもどうでしたっけ？運勢はね、一番きつかったのって6月の頭くらいまでじゃないかなと個人的には思っていて、運勢的にね。だから、今もう高市おろしだなんだとか、スキャンダルとか出てるじゃない。まあ、いろいろ出てますね。だけど、ちょっと、中休みできるのが今かな。なるほど。7月の頭くらいまではね、と。で、だから7月が結構正念場になるかなと思っていて、羊月とか多分苦手なんですよ。高市さん的に。イノシシとウサギ持っているから。なるほど。で、昨日とだからかなり気が強くなっちゃって、石破さんに負けたでしょ、一回。一回そうですね。だから、その時の運勢みたいな感じの時期に一回なっちゃうかななんていうふうには見ています。7月ね。だから、今月は今ちょっといい時期じゃないかなとは思います。ちょっと今後のね、動きも含めてですね、その G7 サミットどうなるのかというところもちょっと興味深いところではございます。さあ、そんな中でですね、ちょっと気になるニュースでございますが、デジタル教科書が正式な教科書になるのではないかということでございまして、改正学校教育法が成立しました。6月10日、参院本会議で改正学校教育法が可決成立。タブレット端末などで使うデジタル教科書を紙と並ぶ正式な教科書として位置づけ、2030年度から小中学校で順次使用が始まるということだそうでございます。子供を持つね、親御さんとしては気になるニュースかなというところではございますが、いかがでしょうか？子供を持つ親御さんだから、そうですね。気になるし、嫌だなって思ってます。嫌だ。海外で失敗してるからさ、割と。なんかね、結構論文とかだとデジタル、そのタブレットだとちょっと学習能力とかみたいな。今更ねっていうふうには思うけどね。もうだから予算組むまで時間がかかっただけじゃねえのみたいな。日本特有のね、やっぱり決まったら動かせないっていう。決まるまでが時間がかかるみたいな。だから周回遅れでちょっと微妙な政策をいいんじゃないですかね。タブレットとかパソコンとかじゃないけど、そういうのに若いうちから慣れとくっていうのは全然違うところ頑張ってほしいなとは思いますけどね、教育に関しては。そうですね。紙もタブレットもね、両方ではあるということではあるんですけどもね、なかなかちょっと難しいところではございます。指使った方がいいと思うよ、俺。やっぱり指先って大事だなって思いますけどね、というところではございますので、ちょっとこれもどうなるのかなというところでは気になるところではございます。さあ、そしてですね、経済のニュースといたしましては、こんなニュースも飛び込んできております。スターバックス、日本事業の売却検討、売却額が最大です。5000億円規模になるんじゃないかということでございまして。どこが買うんだろうね。そうなんですよね。だから、これどこが買うか分かったらそこの会社の社長とか見てみたいけどね。その運勢見てみたいですよね。ゴディバとかもさ、日本での表記みたいなのはどっかの会社が持ってるでしょ？そうですね。だからね、スタバの冠持てる会社ってどこなんだろうっていうのは気になってるけどね。5000億規模ってことですからね、相当やっぱり大きいところじゃないと難しいでしょうからね。ちょっとそんな、ワクワクと言いますか、ちょっと興味深いニュースの後、ちょっと今日のラストはですね、ちょっと重ためのニュースでございます。下妻市長が遺体で発見される。3月初当選、県警が状況調査中と。6月の15日でございます。茨城県下妻市の須藤豊司市長、67歳が排水路で遺体で発見されました。直前に家族が行方不明届を出していたということで、現在県警が当時の状況を調べております。須藤市長は今年3月の市長選で初当選したばかりだったということでございまして、ちょっと普段ね、うちはなるべくね、訃報とかは取り上げないようにしているんですけれども、ちょっとこのニュースはどうなんですかね。警察は自殺として見てるんでしょうね。今のところは自殺として見てると。隣町の排水溝で首を
もね、されてっていう。なんか、日本も闇あるよね。どうなんですかね。陰謀論って言われちゃうんでしょ。まあ、なんか、俺の常識がノーって言ってるよ。とりあえず、星回りだけ見てみたんですけど、火星が太陽とオポなんですよね。だから何か事故とかの可能性あるし、そもそも、この4月の終わりまでは天王星が大下の後半にいて、で、3月に向かってるでしょ。そもそも変な圧力みたいなの受けてたような気がするのよ。圧力、何かね、敵が明確にいたような気がして、火星で一気にやられた感じがあるから、まあ、呪いとかだったらね。呪いわかんないけど。ここに来てもここに来て。だったらまだ事件性がなくていいじゃない。いや、結構怪しいですよ。明確に敵はいたような感じには見えます。なるほどね。だから何なんだろうなって。だから移民とか不法滞在の人に対してはさ、1万円とか報奨金出すみたいに言ってたんでしょ。そういうこともね、おっしゃってたということですからね。だったりとか、あとは建設系のこととかいろいろ見直しとかやってたから、新しく作るって言ってたのも、NAFTAとかの問題があったからっていうのはあるでしょ。なんか止めたりとかってあったから、どうなんだろうねと。誰かの恨みは買ってたんじゃないのかなって思いますけどね。だからといってちょっとこういう風になってしまうのはね、あまりにもとは思いますけどね。どこまでどうなのかわかんないですけどね。わかんないけど、隣町の排水溝で自殺する心理ってなんだろうとは思ったけどね。ちょっと現在ね、状況は調査中ということですからね。ちょっと見せしめ感を感じました。クローゼットみたいな。いや、どうなんですかね。いや、ちょっと心配というか、家族とかね、かわいそうだなって思いましたけど。いや、本当ですね。というわけでございまして、今回は5本のニュース、今週の政治経済ということでお届けさせていただきました。はい。さあ、続きましては今週の国際情勢でございます。こちらは3本でございます。はい。国際情勢はちょっと大きなニュース飛び込んできております。アメリカ、イランが和平の枠組みで一致。19日署名、ホルムズ海峡再開へと。6月14日、アメリカとイランが2月末開戦の戦争終結で一致。アメリカによるイラン港湾封鎖解除とホルムズ海峡開放を含む枠組みに合意し、6月19日署名の見通しと報じられております。イランのアラグチ外相は合意間近とし、内容にはホルムズ海峡再開が含まれると実際言及しているということで、原油市況の安定材料となったのではないかというふうに見られているわけでございますけれども、明るいニュースとね、言っていいのではないかと思うんですけれども、こちらいかがでしょうか。いや、いいなと思って、木星金星がちょうど重なってて、6月10日くらいだったっけ、だからいい方に行ったらいいなっていう感じはしてましたけどね。だから普通に一旦喜んでいいんじゃないですかね。よかったですね、本当ね。だからこの間に出てきてほしいよね。出てきてほしい。だからホルムズ海峡出られなくなってるでしょ。そうか、そこからね出られなくなってる人たちをもうちゃんと出てきて元のね国に戻ってくるようにね、今のうちだから早くって感じはするけどね。だけど動いてないらしいよ。動いてないんですか。だから保険の問題なのか、まだあると思ってる。だからそうこう言ってることちょっと違うんだよね。ちょっとズレはね、どうしてもあるというふうにはね、報道でも出ておりますし、実際ちょっと違ってるところはありましたからね。イランサイドの話だともうアメリカの乾杯だからね。というふうにおっしゃってますもんね。でもアメリカサイドの方だと、もうどんどん石油を運べみたいなふうにね、トランプさんもおっしゃってるっていう。今のうちに逃げられるんだったら逃げた方がいいと思うけどねと。イスラエルは納得してだからイスラエルとイランが合意したんだったら、そうですね。イスラエル側としては、イスラエルとイランが和平になって初めて終わると思うんだよね。だからどうなんだろうねって。どうですかね。結構ミサイル撃ち込まれてるのってイスラエルだから。そうですね。ちょっとイスラエルとしてはちょっと納得してないみたいな報道もちょっとあったりとかね。仕掛けるの焚き付けてたのもイスラエルでしょ。そうですね。だから今月末とかから僕6月の運勢って言いながら7月の頭まで占ってるじゃない。で、約束事が保護にされたりとか起きやすい時期だよと。個人だったらそうなんですよ。で、そこでネタニヤフさんの運勢って今最悪なんですよ。そうでしたね。で、来月の後半最悪だし、トランプさんも相当ストレスかかるんだよ。多分個人資産を増やしそうだから、来月の後半ね。だけど、結構ストレスがかかるようなタイミング、まだ7月もあるんだよ。で、8月まであるから、どうなっちゃうんだ。俺は良くなればいいと思ってるけど、ずっと止まってた人たちだけでもとにかく今のうちだよとは思う。で、これで上がっ
ってるから株って本当に今すごいビットコインみたいだなと思って見てます。はい。まあ原油の影響はどうしてもね、出てきてしまいますからね。面白いよね。なかなかね、ちょっとね、現地にいらっしゃる方からすればね、最悪でしょ？ね、この状況から果たしてどう動いていいのかっていう。早く良くなってほしいなと、本当に願ってます。はい。ところですからね、難しいところではございますが、まあ一旦はこのような状況になっているというところでございます。まあそんな中で、イランのお話だけではございません。アメリカの国防長官が中国を差し迫った脅威と表明、台湾をめぐってアジアに防衛費を増やすことを要求しているということでございますが、アメリカヘグセス国防長官が中国は台湾にとって差し迫った脅威になっていると警告したと。はい。アジア各国に防衛費の増額と戦争への備えを求めた。先の米中首脳会談後の発言で台湾海峡情勢をめぐる論点がまた再燃しているということでございまして、またこれは日本にとってもね、全くものすごく影響が出てきてしまうお話でございますけども、こちらもいかがでしょうか？いや、まあ、アメリカに逆らったところって見たことがないんだよね。まあ、なかなかアメリカに対して真っ向から歯向かうっていうのは難しいのかなというところでありますけども。バブルとかの元気な時に、石原慎太郎さんとかが、ノーと言える日本みたいなさ。ありましたね。一番元気な時にちょっと言ったくらいでしょ？まあそうですね。だから、国債売るぞって堂々と言ってたのって橋本龍太郎さんとかでさ、亡くなられてたりするじゃない？そうですね。国債も売ることも検討しなきゃって言ってた中川翔一さんもさ、亡くなられてたりするじゃない？亡くなられてます。たまたまね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 。たまたまですよ。だから、こんななんか逆らえないから、まあ、軍拡するんだろうなと思って見てますけど。どうなんですかね。まあ、あんまりね、ちょっとやっぱり軍拡なんてなるとなんかね、結構いろいろ論議は呼びそうな感じはしちゃいますけどね。一応、高市さんのままだとそういう運勢ではあります。ナショナリズムとか焚きつけて人気になっていくような感じに今年の後半彼女なってくんで、その後外交の方でしっちゃかめっちゃかみたいな流れが来年とかあるのね。で、中水面的には乗ってるからずっとリーダーとかやっててもおかしくないし、ただ体調だけちょっと微妙だから、どうなるんかなと思って見てる。どうなんでしょうかね。で、今防衛大臣やってて、もしかしたら総理大臣になるかもしれない小泉進次郎さんに関しては来年めちゃめちゃ同性の影響を受けて超試練っていう感じですよ。だから、まあ心配だなと思って見てます。日本にとっても影響があるお話してますからね、どうなるのかというところでございます。さあ、国際情勢おしまいでございますけれども、こちらはウクライナ情勢に関わることでございますが、ウクライナとモルドバが EU 入りの交渉ということで、第一段階開始も汚職対策で長期化必至ということでございます。EU 全加盟国がウクライナとモルドバ両国との加盟交渉を第一段階開始で合意、15日に正式指導をするということでございます。司法改革など最初の政策分野の協議に入ったということでございます。両国は早期加盟を求めておりますが、汚職対策などの課題を抱えており、長期化は必至。また、ロシア寄りのハンガリーの動向も焦点になっているというところでございます。いや、まあ、ウクライナ問題もですね、まあ、間もなく落ち着くのではないかというニュースは入ってきてはいるんですけれども、まあ、なかなかちょっとまだまだというところで、このようなお話が来ているわけでございますが、こちらはどうなっていくんでしょうかね。ゼレンスキーさんって40代後半ですよね。今8歳ですね。隊員が変わったっていうのと、運勢的には空母だけど、まだマシな時期に入ってきてるんですよ。だから、彼が何とかするんだったら、この4ヶ月で決めたいっていう感じね。なるほど。逆に言うと、ちょっとそれよりも長く続いてしまうと、ちょっとまた難しくなってしまうのではないかと。今年は大事ですよ、日の絵馬だし。同時期にプーチンさんも運がいいんだよね。なるほどね。どうだろうなと思って見てますけど、EU 入ったりすると、また緊張感とか出てきますから、収まってほしいなとは思います。ちょっと今後の動き、こちらもね、注目ではございますね。というわけでございまして、今週の国際情勢3本はこんなところでございました。さあ、ラストは今週のエクストラ、テックニュース、AI ニュース、学術系のニュースなどなどお届けしております。さあ、まずはこちらから行きましょうか。スペース X、史上最大級の IPO ということで、イーロン・マスク氏が世界初の超ドル長者。超ドル長者。聞いたことねえんだよ。6月12日です。イーロン・マスク氏率いるスペース X がナスダックに上場。時価総額が2兆1000億ドルに達し、初値が IPO 価格を 11% 上回る150ドル。株価急進でマスク氏の資産は1兆ドルを突破し、世界初のトリリオネア。
1兆ドル長者になったということだそうでございまして、すごいですね。すごいね。さすがイーロン・マスクというか。いやいやいや、ここまで伸びてきたわけでございますけれども、運勢的にはこれどうでしたっけね。前も言ったけど、全然50代とか60代いいんですよ。で、体温逆で見なくちゃいけないからね。南半球で生まれてるから。あ、そうか、逆なんですよね。そうなんですよ。だから、空母は空母なんだよ、多分。空母は空母だから、バブらせるんだったら今。バブらせるなら今。そう。なるほど。もう一気に膨れ上がりさせて。だったら今っていう感じだから完璧だねっていう感じですけどね。膨れ上がっての超ドル長者ですからね。そう。だから、年でも月でも今がそれなんで、っていう感じ。ある意味、ベストタイミングというか。ベストタイミングってベストタイミングだなって思いました。なるほどね。いや、そういう意味ではね、ちょっと本当にAI の件も含めてちょっと乗ってるなという感じではあるんですけども、そんな中で、こんなニュース、アンソロピックがミトス提供停止、アメリカ政府の輸出規制で日本を含む全面停止になってしまったというニュース。私もこれびっくりしました。そう、だから間に合わないんじゃないのとは思いますけどね。間に合わないという対策ね。日本だってミトス借りれるから、チャンスだったわけじゃん。オープン AI のは使えるんだっけ？オープン AI はそうですね。なんだっけ？ GPT サイバーだっけ？はいはい。あと使えるのはまだいいけど、ミトスも使えるっていう話だったじゃない。そうですね。中国がかなり追い迫ってきてて、後で触れるんだけど、間に合うのかなっていうか、そういう対策とかね。銀行とか。そうですよね。これがだから、アメリカ政府が、だから国家安全保障を理由に外国人利用の制限を求めてる。そう。ミトス5もそうですし、ミトスのそのセキュリティを少し落とした方の、フェイブル、すげえ良かったよ。動かしてみたけど。やっぱ良かったですか。そう。だから、まだロジカルにね、議論とかすると、ちょっと弱いなって思うところあるんだけど、僕から見ると。だけど、ゲームとかポン出しするし。ゲームポン出し。すげえ。そう。えぐいなと思って、下がってました。それ止められちゃったわけですからね。そう。で、そんな中で、中国の AI が今、だから先ほどもね、おっしゃった通り、猛追しているということで、最先端モデル、キミ K2.7 コード、それから GLM5.2 と、次々今公開されているということで、ムーンショット AI というところが出しておりますのが、このキミ 2.7 コード、チフ AI が100万トークン対応の GLM5.2 を発表ということで、1週間でもう続々フロンティアモデルが登場していると。で、コスト10分の1くらいでしょ？そうですね。だから、来月7月4日天王星と火星が重なるでしょ？ 6 月29日から火星が来ていて、で、日本も僕危ないよみたいな話してるんだけど、テクノロジーっていう意味も多分双子座だからあるんですよ。なるほど。で、ちょっと衝撃みたいなことが、だからトランプさんの発表なのかテクノロジーなのか、実際に日本もね、あんまり良くないから災害とかそういうこともあるかもしれないんだけど、なんだろうなと、テクノロジーだったら怖いなと思って見てます。そういう意味で言うと本当に、アメリカが追いつけなくなっちゃったみたいなさ。それはちょっとなかなかね、全然これはすごいことになってきたなと思って見てます。どうなってしまうのかなというところでございますね。だからアメリカの方は止めてるんだけど、その間に中国は抜いてっちゃうと。そうですよね。だから3日でね、上流したんかみたいな。ありましたね。キミがね、おい、この短い期間で上流したんかっていう。そう。ね。ありましたし。全然。だから、大変だよね。上流で伝わるのかな？上流種の上流ね。いいところ取りを。そう。いろんな適切な質問を、もう何台ものパソコンとか GPT とかにこう、やってくるんですよ。5.5 とか、今回のクロードとかにやってって、それで、その反応とか見て、それを学習するんだよね。そうですね。で、そうすると、コスト10分の1とか100分の1とかで、一気に高性能の AI の出来上がりみたいな。いや、恐ろしいな。だから今結局先ほどのミトスとかフェイブルに対して外国人の利用制限をしてるから、研究開発をしているアンソロピックの外国人も今触れないんじゃないかっていう。そうなってくると、だから進められるものも進められないっていう状況になってるから、本当にアメリカがやばくなっちゃうんじゃないかっていう。けど、だからといって、もうどう規制した？まず最初はその外国に使わせないっていうことと、課金を上げるみたいなことと、特定のところにしかミトスプレビューみたいに触らせないみたいな感じになるかもしんないじゃん。そうやってるうちに、けど、その中にスパイいる可能性あるからね。ミトスプレビュー触ってる人がこっそり上流させたりして渡してたら、それだけでね、自分の年俸が1億だったとして、30億くらいもらったらさ、30億って安いでしょ？国家とかからしたら。まあ国とかからしたらね。どこの国か分かんないですけど。分かんないけど。だから怖いなーって思って見てますけどね。いや、ちょっとこの AI 競争も本当にどんどん加速してる中で、
で、そこまで行ってしまうのか、どうなってしまうのか、ちょっと、まあ非常に、我々の生活にもね、間違いなく、ダイレクトに影響してきますからね。だから、どんな哲学の AI なのか、僕、アンソロピック割と好きなんだけどね。僕もまあ、やっぱ嫌いじゃないですね。なかなか難しいところだなと思って見てます。嫌われてんでしょ？政府から。やっぱり戦争に使わせないでくれっていうようなことを、やっぱりダリオ・アモディさんの方で言ったっていうところで、協力しないなこいつらみたいな風にちょっと政府からは。だから、じゃあ危険だからちょっと止めるぞみたいなことでしょ？なかなかね。まあ確かにね、は思うけど、そうやってる間にガーンって向こうが伸びちゃったらどうなるんだろうなとか、いろいろ気にはなってますけどね。思いますけどね。それを言ったのが Amazon の CEO が言ったっていう話らしいですけども、どうなんですかね。使ってみてちょっとこの辺危ねえんじゃねえかみたいな話をぼやいたみたいなことでしょ？そうらしいですね。ここの大ごとになっちゃったみたいに思ったっていうことでしょ？そうです、そうです。らしいですからね。どうなるのかというところではございますね。さあ、まあそんな、まあちょっといろんなお話もございますけれども、おしまいはですね、天皇皇后両陛下のお話でございまして、ただいま欧州2カ国を公式訪問されているということなんですけれども、オランダ国王夫妻とワールドカップ日本戦を観戦されたということでございます。6月13日ですね、天皇皇后両陛下がオランダ、ベルギーの公式訪問へ出発。オランダ滞在中の15日、日本時間の15日ですね、ウィレム・アレキサンダー国王夫妻と共にワールドカップ日本対オランダ戦をテレビでご覧になられたと。サムライブルーのタオルを首にかけて王室と並ぶ場面というのもこれが話題になったというところでございまして、なかなかすごいお話でございますね。ネーデルランドだよね。だからベルギーとオランダとっていう感じで。あ、そうですね。確かに。歴史とかでハプスブルク家とかだよね。ハプスブルク家。懐かしい世界史でやったな。ね、その国だよね。その国で、その国だよね。で、もともと明治維新って1860年代だけど、1840年代から皇室の方にオランダ国王とかからそろそろ開国しないとやばいぞっていう。そうなんそう産業革命が起きてて、イギリスとかアメリカとかどんどん出てきているからっていうことで開国してったっていう歴史がある。でしょ？あ、そうなんですね。いや、ちょっとそのあたりのことについては私も出演してましたけど、その天皇さんについて、薩摩と長州だから、安倍さんとか麻生さんのところが、ガッとこう、立ち上がって、ひっくり返ったわけじゃん。まあそうですね。確かに、薩長同盟、そういった形ですもんね。そこに今の時期行くんだなっていうのは気になっていますと。あれなんかね、サムライブルーのタオルを首にかけてっていうような、ちょっと明るいニュースかなと思ってたんですけど。で、6月15日が新月で、僕お参りとか行ってたんですけど、要は陛下がいらっしゃらないけど、7月の頭って本当に僕まずいと思ってて、新月の時に何かお祈りとかできないなとかなんかいろいろ思ったりして行ってたりしたんですけど、7月の天皇陛下にとってもちょっと微妙なんですよ。で、国家の運勢と結構絡んでくるなって思っていて、だから一応何回かお話ししてるんです、一応ね。で、何もないといいなとは思っているんだけど、何もなかったらなかったで、じゃあ皇室典範のこととかで悩まれてんのかなとか、ストレスかかってんのかなとか、その辺も気になるし、この辺ってセンシティブすぎて喋れない。今この時点ですら僕ちょっとビクビクしてますよ。喋れないからなんか気になるなと思って見ています。そんな時に G7 もあるんだなとか、日本の流れっていうのもこれから多分なんかもう決まってっちゃうのかなとは思っていて、結構来月からの流れは注意して見ていかないとなと思ってます。なるほどね。ただただサッカー見ててよかったねっていうお話で終わるかと思いきや、いやいやちょっととんでもないお話になってしまいましたけれども、いやいやいやちょっとどうなっていくのかね、引き続き様々なニュース見ていかなきゃいけないなと思いますね。ということでございまして、今週のエクストラはこんなところでございました。はい。さあ、エンディングでございます。ということでございまして、まあ、本当いろんなニュースが飛び交っておりますけれども、AI のことも気になりますし、アメリカとイランのね、こともね、まあ、一旦落ち着いたと言ってますけども。だから、今止まってる船だけでも回収できたらいいよね、本当ね。ね、本当ですね。なかなか動けない状態がね、続いててますからね。ね、中の人大変だしね。とは思いますね。ということでございまして、まあ、引き続きちょっとね、いろんなニュース注目してね、いかなければなというところではございますけれども、まあ、そんな中でちょっとお知らせの方をですね、お願いいたします。ここで言いづらいようなことは、6月28日の下半期の運勢を占ったりするイベント、チャズ先生と増形一馬先生と怪談バー検視長のガーリックマネーカモさんの方でやらせていただきますと。もしかしたらキャンセルとかもあるかもしれないから、もうほぼほぼ満席みたいな感じなんですけれども、一応問い合わせていただければ、まだ空い
ってるかもしれないっていう感じです。いや、今回本当ね、あっという間にね、ちょっとね、埋まりましたのでね、もしかしたらということでございますので、よかったら。で、メンバーシップだったら話せるかな、みたいな感じで話してたりするので、その辺はメンバーシップ入っていただけたらとても嬉しいです。あと、月末、下半期の運勢の話もさせていただくので、そこでもう少し突っ込んでお話ししています。これから数年、だから日本が一回ちょっと大変で、そこから明るくなっていく過程の話をしています。はい。なんかこの状況から明るくなるのかななんて思っちゃいますけどね。だから今年来年の辛抱次第じゃない？辛抱次第。辛抱とか、政治とか、財界とかの立ち回り次第じゃない？どうなるんでしょうかね。というお話を動画の中でしておりますので、はい、月末のそちらの動画の方をですね、楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、占いと時事今週はこんなところでございます。はい、それじゃあ、もしこの動画が良かったなって思った方は、チャンネル登録、高評価、タイプ、コメントなどお願いします。コメント全部読んでおります。引き続きよろしくお願いします。メンバーシップもよかったら入ってみてください。それでは。